戦。日本は今大会優勝候補の一角、ドイツに挑みました。はい。それでは時間になりましたので始めさせていただきます。日本はドイツにドロです。 PK を許し、よろしくお願いします。勝ちまして、今ちょうどその速報というかニュースをね流しております。こんばんは、よろしくお願いします。皆さん、どうも清水さん、昨日は見てました？ワールドカップの方。そしてちなみに僕はですね、前半を見て、2対0になって、最後ね、前半の最後にそうなんですね。前半に2対0になって、ドイツが2対0になって、それが2対0でオフサイドだったんですけど、僕は1回そこでオフサイドを見ずに、もうこれやばいなと思って、もうハーフタイムになるし、じゃこれでちょっと見るのやめようかなと思って、で、見てなくて、後半の30分ぐらいに1回1点取って同点ゴールって速報が流れたんですよ。で、同点ゴールって流れたから、あれと思って2点取ったのかなと思って、またそこでつけて、見て、あれと思って、形勢が全然逆転してて、これちょっとこれ、ありましたね。はい。ちょっとね、びっくりしましたね、今回は。はい。ちょっとこれちょっとごめんなさいね。さあ、ということでワールドカップ皆さんね、だと思うんですけど。でですね、今の、子たちもそうなんですけど、大学生の子たちも昨日どうだったって言ったら、やっぱね、あんまりね、実は見てなくって、でも視聴率は最高 40% ぐらいまでいったんですかね。やっぱり、にわかが多いっていうか、勝ったからすごいワールドカップが一気に今日もね、特集でそこら中でやってたと思うんですけど、盛り上がって、で、同じぐらいに僕今日ちょっとFX とかも見てたんですよ。ただやっぱね、このワールドカップの日本が勝ったことによっての影響ってやっぱりあるんだなと思いました。今日もね、それもちょっと経済的に見ていきたいなと思います。はい。とりあえずは、日本にとってはね、いろんなこと、いいことだなと思いますんでね。で、なかなか今、趣味とかもみんないろいろテレビを見なくなったことによって多岐にわたって一緒になって見ることってほとんどないんですよね。だからこういうワールドカップもなんかみんなの共通な話題みたいな感じで国ごとにねやることなので、これはこれでねめったにないことでいいことだなと。変な話、オリンピックは長いので競技によってばらついたりするんですけど、サッカーってやっぱり、なんつうのかな。期間が2週間で短くって、っていうことで日本戦もね、3試合ですからね、予選も。だから集中するんですよね、きっと。話題が一気に。という意味で、ある意味これ面白いことかななんて思いますね。本当に。お祭りみたいな感じですよね。あっという間に終わっちゃいますもんね。はい。はい。でですね、昨日、これ TikTok の方だった、これ僕 TikTok の方だったんですけども、昨日の、TikTok のライブにも来ていただいた方がいたので、はい、ありがとうございます。で、昨日、結局これ温泉なんですけど、山の方向かいましたけど、もうライブも、しゃぶりでですね、結局全然、あれです。景色が全然紅葉が、映りませんでした。で、最初にね、名古屋から出て、川沿いを走って、この421号線ですね。こちらの方の鈴鹿の山麓かなに行って、はい。この東大江市っていうところ、大見市だ。
東近江市っていうところまで出て、ここはね、あんまり雨が降ってなかったんですね。で、登ってって、帰りの、こちらのこの306号線、あ、違う、ちょっと待って、421号線。間違えた、こっちだ。行きがこの湯の山温泉の方行ったんだ。四日市から湯の山温泉の方で、この477号っていうこの、鈴鹿スカイラインですね。ここを行きで行って、ちなみにこのブルーメの丘っていうところ、写真で、結構、僕は花が好きなので、ここ、すごいいいとこなんですけども、今回ちょっと通っただけですけどね、この日野市っていうところ、日野町か。で、帰りこうですね、421号線の、この湖のとこをこう越えてって、で、いなべ市っていうところ着いて、ここから、大垣の方に抜けていくところで、はい。この温泉ですね。はい。ここでも土砂降りだったので、夕方。全然ダメでした。東雲さんがどのあたりだったか、はい、来られて、土砂降りですねって言って、全然見えないですねとか言って、温泉の話をちょっとしてたんですけど、ここですね。養老温泉ホテルなでしこっていうとここに行って、で、もうこれ6時か7時ぐらいだったので、温泉入って、で、もう途中から NHK 見て、テレビを見て、ワールドカップの、試合前の、やつを見て、帰ってきたっていう感じでしたね。残念でしたね。紅葉なかなか見れずに。もう今度は、次、年末になっちゃうのでね、年末大分に行って、見ようかなと思っております。はい。すいません。今日なんですけども、多分みんな、今日はちょっとなかなか来てないですけども、はい。テクニカルの方の、こちらですね。ちょっとごめんなさいね。今日の特集はお金大全のことですね。ごめんなさい、ドタバタして。これですね。チャートを構成する4つの基本要素っていうことで、テクニカルのことについてしっかりね、また、お話ししていこうかなと思っています。はい。で、今日もクイズ、こちらですね、株トレの方もね、2台ほど出していきたいと思います。はい。一緒に学んでいきましょう。ということで、相場の方はね、11時30分ちょっと過ぎぐらいからね、見ていこうかなと思いますので、お願いします。じゃあ、早速ですけども、今日、株トレから、クイズから最初行ってみましょうか。はい。今日ちょっとみんなあんまり来てないですけど、しべりさん一緒にやっていきましょうね。はい。いきます。前回からこちらの株トレの方は前々回か、ローソク足の方を中心にやっていきました。また今日もローソク足についてですけども、I 社と J 社、売るならどっちということで23番、長い陰線と長い陽線が出てます。ということですね。ちょっと読んできますね。18、ちょっとこれチャートを見てくださいね。読みますね。18日営業日のローソク足、シ足を見て判断してくださいと。どちらも50円の範囲で行ったり来たりしてますと。こちらが上がI社ですね。最後に陰線をつけてます。これ陰線をつけてます。ちょこちょこっと登っていって陰線をつけてますね。はい。それから J 社の方が、陰線をつけてって最後に大陽線。陰線をつけてって大陽線。陰線をつけてって大陽線。という風なチャートになってます。今回、I 社と J 社売るならどっちっていうことですね。
はい。ちょっとポイント読みますね。ちょっと考えてみてください。相場の強弱を感じ取れという。パッと見ただけで、相場の強弱を感じることができるのがローソク足ですと。陰線が多く弱そう。陽線が多いと強そうと感じ取ります。その見方では間違ってはいません。愛者を見ると、こちらですね。シメディ、売るなら J に1票。J に1票。ありがとうございます。愛者を見ると、陽線の方が多いですが、陰線の方が長い。J 社はその逆。どう判断すべきでしょうということですね。今日はちょっと表明してる人があんまりいませんので、僕もちょっと考えてみたいと思います。そうですね。ドーンと来ていますもんね。はい。これだと僕もそうですね。J 社に行きたいなと思います。この1回のこの、ね、陽線だけで判断するより、このじりじり下がっていく方のローソク足を見ますね。はい。僕もそうしたいなと思います。さて、じゃあ答え行きましょうね。はい。お、売るなら愛車ですって。僕も間違えました。ちょっとじゃあ、チャートの方を見てもらって解説を読んでいきたいと思います。いやー、これはやられましたね。ローソク足は本数より長さに注目だそうです。いやー、トレーダーやってるのに。長さに注目。シメディ、2分の1を外した。今日は、僕も外しましたね。PK ぐらい、あれですかね。やばいっすかね。PK もっと確率高いか。PK9 割ぐらいか。はい。読みますね。陰線や陽線は、音数より長さの方が重要です。愛車では、短い陽線の5本の上げを、大陰線、これ、包み、キャンドルっていうやつだ。そうか。言いますよね、これ、包みキャンドルって。なるほど。買いより売りの方が強いと感じさせます。それも3回繰り返しているので、これ、こうなってドーン、こうなってドーン、ということですね。はい。買い手は、この価格では怖くて。用語としては聞きますね。そうですね。そういえばそうでした。僕もちゃんと、24時間ライブの方では、包みキャンドルの方で、シグナルが出るようにしてました。そういや。はい。売り手がさらに売ってくると、株価の下落が加速しそうです。これをボクシングの試合に例えます。買い手は小さなパンチを5本ヒットさせて、少しずつ売り手を詰め寄ってきますが、突然一発の強烈なアッパーを浴びてダウン。なんとか立ち上がって、再び小さなパンチを5発当てたが、またアッパーを食らってダウン。そんな展開が続いていたら、どちらが勝てそうだと思いますか？愛車のローソク足はそんな、ボクシングの展開を思わせる動きが現れています。J 社はその逆です。陰線5個の下げを1本の大陽線で帳消しにしています。ということですね。50円の値幅で行ったり来たりしているだけの愛車 J 社ですが、ローソク足を見ると、ここで展開されている投資家の熱い戦いがありありと見えます。ということで、今日一個学びましたよね。はい。ローソク足は本数よりも、この一本の大きいものが影響をもたらすんだよってことですね。はい。じゃあ次行きますよ。24番。はい。日足と週足の関係。K 社、L 社、売るならどっちっていうことですね。チャートを見てください。じゃあちょっと読みますね。
A 社と L 社のローソク足のチャートです。週足のチャートです。3週前、両社の株価が1000円の時、100株ずつ買いましたが、急遽資金が必要になってどちらか一つを売らなきゃいけなくなりました。ということですね。このチャートを見ていただいて。A 社と L 社、売るならどっち？じゃあちょっとポイントの方を見ますね。週足は月曜日から金曜日の日足の合成です。そうですね。ちょっとここに下にちょっと書いてありますね。週足っていうのは月から、そうですね。で、この問題は、3週間前ということ、週足のチャートです。1週、2週、3週。1週、2週、3週ということですね。はい。どちらかを売らなきゃいけない。はい。どうでしょうか。K 社と L 社。売るならどっち？今日も2択ですね。そうですね。急遽資金が必要になってどちらかを売らなきゃいけない。シメディ、売るなら L に1票。ほう。なるほど。両社の株価が1000円の時、100株ずつ買います。1000円。1000円。週足。売らなきゃいけない。そうですね。僕も、損切りじゃないですけど、経営者はまだ伸ばしていける。伸ばすときは伸ばして、やっぱりあれですね。切るときは週足ですので切るってことで僕も L に行きたいと思います。今までの流れからすると、やっぱり利益は伸ばすだけ伸ばして、で、切るときは早めに切るっていうことでしたもんね。はい。しめじさんと一緒です。じゃあ行きますよ。ドン。売るなら L 社です。OK かな？シメディ、同感です。はい。ということで、L 社が正解でしたので、ちょっと読んでいきたいと思います。はい。買った値段にはこだわらないということらしいですね。投資家、初心者が株式投資で勝つために最初に学ばなければならないことは、買い値にこだわらないことです。利益が出たか損切りかに関係なく、売るべきものは売り、買うべきものは買わないと良い投資ができません。L 社は買ってから100円も値下がりしているので、売れば損切りです。ただし、陰線が3週間並ぶ？何これ？これ初めて聞いたな。黒三平って言うんですか？と呼ばれる弱いチャートとなっており、週足でこの黒が3つ出ることっていうのを黒三平って言うんですって。週足でやっぱり3週間ね、陰線が続くと相当弱いですねっていうことですね、これ。はい。その逆で経営者は、赤三平って言うんですね。3週連続、陽線が続いている状態ということで、さらに、上昇する期待がありますと。ここで売ってはもったいないです。やっぱそうですね。はい。多くの投資家が、誤ちやすいのは、こういう経営者とかを、やっぱり売って、下落したものを持ち続けちゃうんですって。はい。ついついそういう選択になりがちですと。短期売買だとね、余計そうなりますね。はい。本当に思います。はい。下落した銘柄を売るのは辛いので、ついついそういう選択になります。ただそうすると、結果的に、良い銘柄を売り、悪い銘柄を残すことになります。そうですね。はい。保有を続ける銘柄からどんどん良い銘柄が消え、悪い銘柄が溜まっていくことになります。
損切りは早く、引き出しは遅く、何度も繰り返します。きっちり心に銘じてください。ということになります。今日せっかくなので、今僕の CFD のやつってこれ出るかな？ちょっと待ってくださいね。これ出るかな？ですね。ちょっと、今日、お見せしたいと思うんですけど、出るかな？最近ちょっとお見せしなかったですけども、売買してるやつですね。はい。金額より僕が損切りもして、今の状態をちょっとお見せしたいと思います。これ、伸ばすやつは伸ばしているっていう状態で、今、例えばインドが、伸ばすだけ伸ばしています。今、インドすごく調子いいんですよ。はい。だから僕、損益率が今、13.6 で、多分これ、プラス 13.6% ですね。それから、インドネシアも、今、プラス 13.3% 伸ばすだけ伸ばしています。もうここは売らないですね、きっと。相当。はい。積み増しはちょっとするかわからない。インドはね、もしかすると積み増しする可能性がどっかで出てくるかもしれません。はい。それから、ゴールドマンサックス、アメリカのですね。これも今、パフォーマンスいいですね。18.12 ですね。はい。伸ばすだけ伸ばしております。それから、これも特に、前から言ってましたけど、新興国のブル3倍なんですけど、新興国は売りです。ずーっと売ってます。これが、パフォーマンスが 61% なのでかなり高いパフォーマンスですね。もうずーっと持ってますね。はい。あと、中国のブル3倍も、ずーっと持ってます、これも。はい。ずーっと売り続けてます。66% のパフォーマンスですね。で、最近買った底値かなと思っているベトナム。これまだ今日動くかもしれませんけども、ベトナムはまだ今トントンですね。この間買ったばっかなので、これは、わかんないです。もしかしたら、損切り設定もしてます。9.2 というところまで落ちたらもう損切りする予定です。はい。もうこれも損切り設定全部あるんですけど、で、今トントンですね。これも長いとこ見ていきたいなと。これ結構買ってます。400買ってますので。はい。それから、南アフリカが、マイナス 8.04 で、南アフリカは、まだ損切りするあたりじゃないですけど、これが40ぐらいまで、損切り設定がだいぶ低いですけど、南アフリカは、損切りしようか、今どうしようか迷ってますね。いい加減に。はい。という状態で、今のところ、早いうちに切るやつは、切ってます。ベトナムも、多分、落ちたら切ると思います。ということで、伸ばすだけ伸ばしてるっていうのは今、こんな感じで持ってますね。はい。この特に新興国のここのブルマーケット、これはね、もう1年以上持ってるかな。どっかでね、多分、上してくるかもしれない。イデコとか積み立ては新興国やってるので、EMAXISスリムの新興国株式やってますので、積み立てはしてるんですけど、はい。買ってます。だけど、この、売買の方では売りをしてますね。こんな感じで。今、久しぶりちょっとお見せしましたけど。はい。ということで、長くこう、ホールドするものは持って、切るものは、行きましょうっていう感じです。はい。
それではですね、今日まだ相場が来てないので特集の方行きましょうか。チャートの方の株価のやつね、行きましょう。はい。今日の特集の方から先行きますね。ちょっとごめんなさいね。本。株価チャートを構成する4つの基本要素ということになります。こちらの方なんですけども、今日のお題ということで、こちらの図を見ながら説明しますね。はい。これちょっとこの方が見えるかな？見えますかね？はい。じゃあちょっと読んでいきますね。チャートは、表示方法によって形状が異なるということです。一つ目の要素がチャートの形状と言います。はい。期間と株価を結んだこの、表示方法はラインチャートと呼ばれていますが、他にも様々な価格の表示方法があります。例えばよく知っているのはこのローソク足。それから、欧米とかはね、このローソク足この間も話したんですけど、日本で作られているもの。まあ、メジャーなんですけどね、世界でも。だけど、欧米なんかは、これがローソク足じゃなくて、バーチャートなどを使ってる場合もあります。ってことですね。あと、ラインチャートってここ線になってるやつも使ってる人もいますね。はい。それから2つ目。テクニカル指標ですね。はい。この図の中で言うと、この移動平均線見えますかね？この移動平均線。それからこの売買高ですね。はい。出来高。こちらの方をテクニカル指標と言います。まあ皆さんも僕の YouTube 聞いてる方は、ああ、そうだよね。テクニカルって言うよねっていうの。この移動平均線とかこういうローソク足以外の指標のことをテクニカル指標と言います。まあ、いろんなテクニカル指標ありますよね。はい、まあ、この中でテクニカル指標っていうのは、トレンドのあったりなかったりとか、それからまあ、この相場の盛り上がり、この出来高の盛り上がりとかを、見えるようにするもの。そういうものを見つけるんだよということになりますね。で、あとは、この時間、縦軸と横軸のこの時間、横軸が時間ですよね。で、縦軸が株価ですよね。ということで、この4つの基本要素っていうのは、1番が時間、2番が価格。で、チャートのこの形状3番目。で、4番目がテクニカル指標ということで、この4つで基本構成されてるよっていう話ですね。まあ当たり前なんですけど、知らない方とかは、そういう意味ねっていうので知っていただけたらと思います。じゃあ次行きますね。4つの価格で相場をつかむローソク足ということです。ここ前回もちょっと別の株トレでローソク足のことをやりましたけども、またおさらいでローソク足の見方っていうのをちょっとね説明していきたいなと思います。はい。これどうしよう。これでの方が見やすいかな。じゃあちょっと読んでいきますね。株価によってローソク足の形状は変化するということですね。ローソク足でこの重要なのが、始め値と終値。ここが重要ですね。はい。で、最も高いところが、当たり前ですけど、高値ですね。高値。はい。最も低いところが安値になります。この形ですね。はい。これを一つの足にしたのがローソク足と言いますと。はい。よろしいです。高値ごめんなさい。高値と安値のところ、髭まで入れたところ、この細いところ、髭までの入れたところを高値って言いますね。
で安値がこの下の引けのとこを入れたとこまでを安値と言いますね。はい。始め値、終わり値。こっちは、陽線の場合は、始め値が下で、終わり値が上ですね。終わりの方が上がってるっていう意味を指してますね。はい。ローソク足の形状は、この4つの角の位置によって変化します。例えば、その日の市場が閉まるときに株価が上昇した場合、こっち見た方がいいかな。この下ですね。この下の図をご覧くださいね。ローソク足は縦長の形状になりますと。一方、市場が開いても、価格に方向感がない場合は、プラス。ここで言うと十字線ですね。これ、行ったり来たりしてる場合は十字線になりますよってことになりますね。見え方は、しめじさんももうお分かりと思いますけどね。陰線が黒いやつで大きい場合、下がってきている。で、このプラスになってるやつが行ったり来たりしていると。はい。まあ、ここにもちょっと言ってますね。十字線が出たら相場の転換するかもしれないということで、この下落が続いている時でも、このプラスが出ている時には、もしかしたら上昇する兆しがあるのかなっていうポイントになりますね。はい。で、陽線がここから出始めてるということになりますね。勉強したおかげで多少わかるようになりました。あ、本当ですか。ありがとうございます。なんかこうやって、復習できるのいいですよね。はい。なんかこう見方というか。やっぱり、いろいろテクニカルやってらっしゃる方も、僕もそうだったんですけど、こう丁寧に喋ってなかったところがあって、あと、同じこと言ってるようなんだけど、それがなんかこう、自分ではいろんなこと言っときたいなと思ったりするけど、いや、ちょっと待てよって思いました。なんかこう、基本的なことを、いろんな角度から言うのも大事かなと思ってますね。だから株トレでもローソク足もあるし、ここでもね、ローソク足を言うのもいいかななんて思いますね。はい、今日もね、さっき株トレの方で、ね、この大陽線、大陰線の、大きさ、このたくさんある陽線より一本のでかい陰線の方が影響力あるよってことがね、分かったかと思いますし、勉強になりますよね。もう確認してますね。はい。ということで、この一本のローソク足から読み取る情報量はとても多いんじゃないかなということで、相場の、細かな動きが見える最適なツールですということになります。やっぱ、ローソク足のこのね、影響力のある一本の大きさを注目していけばなと思いますね。はい。じゃあ次行きますね。出来高は相場のエネルギーを可視化するという内容になります。ちょっとじゃあこちらの方、この図の方は、良品食品ってありますよね。無印とかかなの、番号が7453の冷やしになりますね。下の方は、上が上昇トレンドで、下が下落トレンドですね。はい。ちょっとこの図を見ながらね、説明していきます。銘柄の人気度や勢いは出来高で判断しましょう。この本の方もそうですし、株トレもそうですけど、この出来高っていうのをやっぱり人気のバロメーターとやっぱしっかりしてますよね。はい。出来高を簡単に言うと、相場のエネルギーを表すものです。特定の期間の中で売買がどれだけ成立したかを表すグラフで、出来高を見ることでその銘柄の人気度や相場の勢いがわかります。チャートだけを見ていると、単にこの値が動いているだけの印象を受けますが、実際にはこの株を買いたい人と売りたい人の取引が成立することは株価を上下しているのです。ただし、出来高は売りと買いのどちらの取引もカウントするため、そうですよね。両方カウントしますよね。出来高ですから。
出来高が高い、株価が上昇するわけではありません。トレンドの分析は、出来高を合わせると精度が上がる。とはいえ、出来高は相場のエネルギーをグラフ化し、株価とも深い関係にあるので、トレンド転換や反転を見極める材料となります。そうですね。このちょっと上昇トレンドを見てもらうと、出来高が高い位置にあって、上昇しているっていうことだと、これはもうトレンド転換をしているということになりますね。ここだけだと、この前のところ、上昇トレンドの出来高が小さいところありますよね。ここでちょっと上がっているだけだと、完全にトレンドが上昇トレンドに行ったとは言えないと。はい。この出来高もポーンと合わせて見ていけばいいと。で、逆にこの下落トレンドで見ると、出来高が上がって、下落トレンドが続いていて、今度これ、反転してますよね。出来高が伴っていて、反転したので、いや、これは買いのサインかなっていう指標になるということになりますね。こっちの上昇トレンドの場合、より強く継続したなっていうこと。まだまだこれだとちょっと出来高があってわからないけど、ここの出来高が上昇したことによって、もうトレンド継続、強いトレンドが来たと。ですね。で、こっちの下落トレンドの場合は出来高が伴って反転したので、今度反転のサインかなというふうに見ます。ということになりますね。はい。これ実際に、あれですかね、チャートも見た方がいいのかな？ちょっとですね、最近のチャートで、これ見てみますか。ベトナム見ていいです？これベトナムの、1時間足になりますね。あ、冷やしのがいいかな。ベトナムの冷やしを見てください。このはい。お分かりになりますでしょうか？この冷やしを見たときに、ここ、1月の15日のところの売買高を見てください。売買高、これ書けるかな？お絵描きできるかな？あ、色がちょっと。ちょっと待ってくださいね。色が。あれ？ブラシの色どこで変えれるんだこれ。ちょっと待ってよ。ブラシの色が、すいません。青色で見えますかね？すいません。これ、色が。ブルーのところ、売買高が高いですよね。で、僕はここを見て、ベトナムなんですけど、このとこ、そこを打ってるかなと思って、売買高が高く反転するんではないかということで、ここで、11で買いました。今一回下げてきてるんですけど、売買高が今低いですよね。はい、冷やしで。だからまだトレンド転換していないっていうか。で、ここでまた強い売買高が、この出来高が上がってきて、伸びてきたらトレンド継続かもしれないという、この反転を見て、買いました。これちょっといい例かなと思います。ここ最近ないですよね。このベトナムが高い位置になって。ありますかね。はい。こんな感じです。はい。じゃあ、最後にこれ。テクニカル指標でローソク足の分析を補助しましょう。ということで、ベースはさっき言ったように、出来高とローソク足で見るといいかもしれないんですけど、またこれでテクニカル指標を使うとよりいいですよっていうことですね。はい。こちらの方ですけども、東芝の冷やし
になってます。で、移動平均線がちょっと入れてあります。こっち下が、ユーグレナ。ユーグレナってなんだっけ？あれか。健康食品の会社ですかね。2931の冷やしになります。じゃあちょっと読んできますね。ローソク足だけでは読み取れない要素を分析。テクニカル指標は主にローソク足だけでは読み取れない要素を分析するために使われます。これすごい大事ですね。優先順位があるわけですね。最初にローソク足のとこを見ましょうと。ね。ローソク足の形状を見ましょう。で、その次に売買高、出来高を見ましょう。で、その次にテクニカル指標を見ましょうっていう優先順位みたいですね。はい。ローソク足で読み取れるのは4つの価格と、時間です。この2つの要素を使って過去に意識された高値や安値に注目したり、チャートパターンやローソク足の形状を見て売買タイミングを見極めるといった分析が可能です。ローソク足の要素のみでチャート分析は十分できるという人もいます。しかし一般的には目的に応じてテクニカル指標も組み合わせることによってローソク足の分析の補助をする場合が多いです。その方が分析の精度は高くなります。はい。これ本当に間違いない方がいいですよね、きっと。みんなテクニカルを読める MacD がとかって、それを大事にするってよりも、基本的に補助というふうに考えた方がいいと思いますね。この移動平均線も、MacD も、RSI も、いろんなありますよね。はい、で、テクニカル指標を使って何をしたいのか明確にするとあります。例えば、一定の値動きの平均線、それから相場の過熱感といった要素はローソク足だけでは読み取れませんと。そこで移動平均線を用いたり、RSI の現在の価格が売られすぎ買われすぎってやつですね。こういったものを見るか判断します。下に RSI が出てますね。売られすぎ買われすぎ。はい。ここ、僕のチャートの方でも RSI 使ってますけども、一つの指標でね、売られすぎ買われすぎ、出来高でも見えますけどね。こういったものを使うこともあります。あくまで補助ですね。はい。順番的には、ローソク足の形を見て、で、売買、出来高を見て、で、次に移動平均線か RSI とかテクニカル指標を見てっていう形になっていくと思います。はい。テクニカル指標を使う前にローソク足を分析する要素を加えて何を分析したいかをあらかじめ明確にしておくことが重要です。ということになりますね。なので、しめじさん、これも株トレを順番でやっていくとある意味いいかもしれません。株トレもね、順番で多分ね、ローソク足から今やってるじゃないですか。で、多分次移動平均線やったりとか、テクニカルの方は後からやるんですよ。だから優先順位はきっと、ローソク足の形状を見てやって、見方を知って、で、次に出来高も伴ってるか見て、で、最後に移動平均線。なるほど。わかりやすいですよね、この方が。はい。そう思いました。僕もこれ優先順位ってなかなかつけなかったりし、同時並行でいろいろ喋ったりしてたんですけど、1番これこれ、2番これこれってやっていくといいですよね。なんて言うんでしょう。将棋で言うとどうなりますかね。駒の使い方が1番目で、2番目で、あれですかね。だから、テクニカルって言うとなんとか固めとかあるじゃないですか。美濃固めとか、矢倉固めとか。ここ先に持ってくより、きっと動き方とかを、ルールとかを先に知っておくっていうことが大事
これ質問ごめんなさい。うまく将棋だとうまく言えないんですけど、そういう優先順位があると思いますよね。はい。という話です。すいません。ちょっとうまく、チュエディさん、うまく言いませんでした。はい。それではですね、シメディ、はいはい。そうですね。将棋に例えるのも難しいですね。難しいですね。次の読みとか、次と次の読みとかっていうのは、どうやったらいいんですかっていうか。でも、そうですね。優先順位もあると思いますんでね。はい。ちょっと僕もうまく言えなかったです。すいません。それでは、相場の方始まりましたので、相場の方を見ていって、最後時間があったらお金大全のことだけちょっとやっていきたいと思います。いきますよ。はい。相場が始まる。まずやっぱり注目は FX です。本日のドル円が138円まで落ちてきました。これ、昨日の、ちょっとこれ見ました？僕やっぱりこの FX のドル円を見たときに、1時間足ちょっと見ますね。昨日、ワールドカップがあって、あ、これ書いちゃった。シメディ、140円切りましたね。そう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 。あ、これ、もう、ちょっと後で直そう。ちょっと、お絵かきしちゃった。これ、昨日の、23時。はい。日本があったこの23時からこの1時間でですね、140円からバコーンと落ちたんですよ。これ何の要因っていうか、もうちょうどワールドカップやってる時ですよね、これ。はい。これ、円高になったと思うんですよね。はい。まあ、これ、ワールドカップの要因か、相場が始まったかわかんないですけど、珍しかったです。この、1時間でこんだけ落としたの。で、これもワールドカップのせいかなって、これないんですよ。この1時間足でこんだけ落としたのって最近。あ、ここにありますね。15日の16時。あ、これなんか別の仕様があったな。はい。そうですね。ということで、昨日ちょっと驚きました。はい。ちょっと FX の話でした。ということで、円高の関係かわからないですけど、FX が今日もみんなドルが安くなっている状態ですね。はい。みんな下げております。はい。では、日経行きましょう。日経がですね、高い位置です。28,300 になってます。日経は今日ちょっとだけ上がりましたけど、まああんまり思ったほどって感じですね。もうちょっと材料出し尽くしっていうか、まあワールドカップの関係でちょっと良かったかもしれないですけど、CFD と変わらないですね。値が。そろそろちょっといい材料が日経であるかどうかわからないです。まあ、ここで、第2戦で勝ったら、もうちょっと日本が注目されて日経が外国人の投資家から注目されるかもしれないです。まあ、それぐらいしかちょっと材料がないですね。はい。アメリカ行きましょう。あれ今日休み？あれアメリカの今日相場休みだったんでしたっけ？すいません。俺、調査不足でした。あ、休みかもしんないですね。これ、ナスダックとか今日閉店ですね。先物は動いてますね。先物は、4000ですね。あ、今日休みだったですね。先物しか動いてないです。先物だから、これ、だからだ。先物のね、チャートがね、すごい緩やかだったので。シメディ、そういえば長官太郎さんが休みって言ってたような。そうですか。あ、全然売買高が、出来高がない。今日。ナスダック。1時間足見たら。休みでしたね。あ、なんだっけ、祝日でしたっけ？
なんかの祝日？はい。ということで、相場分析そんなにいらないですね。SP500 も、全然売買、高がないわ、これ。これ分かりやすいですね。今日勉強したことっていうか。休みなので全然ないですもんね。SP500 のこのとこもこれ見てもらうと、はい。昨日の4時台がすごいですね、これ。はい。ということで、中国はあったんじゃない？ちょっと中国見ていいです、これ。中国はあったかも。アメリカはお休みですけど、中国は、他のとこ見てみましょうか。動いてますね。アメリカが休みでしたね。中国は、でも動いてるってもそんなに動いてません。シメディ24分の11はアメリカでは感謝祭で休みみたいですね。そうですね。そうなんですね。ありがとうございます。香港がちょっと動いてます。インドがついに抜けましたね。ちょっとポーンと。はい。インドがちょっと抜けて、一時期 18,500 まで行きました。このあたり今高値、最高値。ちょっとインド見ますね。久々。せっかくなので。ニフティ。来ましたね。ニフティの1時間足、ついに最高値更新するかどうかまで来ました。はい。今ちょっと高い位置なのでちょっと買いにくいですけど、長期の方はベトナムとインド注目していただきたいなと思います。はい。ね。さっき僕 CFD でインド買ったのだいぶ前なので、もう16,000とかこんなとこぐらいだったので、もっとか。どこで買ったんだろう。どこだったっけ？ 16,000。1万、もっと1時間足だからこれごめんなさい。日足で見なきゃダメですね。ちょっと、いいや。はい。ということで、今1時間足で見ていただけてわかるので、ついに、インドは最高値を更新するかどうか。景気がいいですね。まだ出来高もそんなにないので、ひたひたと来てる感じですね。はい。ということです。ベトナム変わらないです。ヨーロッパも特に今日アメリカの市場が動いてないからかあんまり動きがありません。世界的にやっぱりアメリカ中心、ブラジルがちょっといいですね。動いてました。はい。コモディティも多分動きが少ないと思われます。ただ、天然ガスが 4%、ちょっとここボラが高いですね。はい。ガスが動いてます。ソフトコモディティも多分そんな動いてないです。0.01。全然動いてないですね。やっぱコモディティもアメリカの相場が中心です。やっぱり。はい。アメリカが動くとコモディティも動きやすいです。はい。ということで、今日簡単、すいません。アメリカが動いてなかったので相場全体にあんまり動きがないっていうことでご了解ください。それでは今日最後に、お金の勉強の方行ってみましょうか。はい。今日はですね、僕がすごく苦手なことなので、生命保険について。苦手っていうかね、ぶっちゃけ僕は解約した人です。昔。で、今ちょっと自分から先に言うと延民共済？はい。っていうのを月に2000円ぐらい入ってるやつしかやってません。しめんじさんとかどうです？保険とか入ってる人ですか？ちょっと僕ここ苦手なジャンルなので一緒に勉強していきたいなと思うんですけど。なんかね、結構昔は誘われたっていうか、保険会社の方に入った方がいいよとかって言われたりしてたんですけど、投資をね、するようになってから、そうなんですね。はい。なんか投資をやるようになってから、自分にかける、要は、なんか、生命保険とかって誰かに
何か僕が何かあった時に誰かにこう、あるじゃないですか。なのでなんか、なんて言ったらいいのかな。自分はなんかこう、例えば財産を残すっていう形であればいいかと思うけど、保険で保険金を渡すっていうよりも、なんて言ったらいいの？自分の財産を子供たちとかそういうのにこう出すみたいな感じで考えるようになっちゃって、まあ自分が病気になることは、掛け捨てのものをちょっとやるぐらいでいいかなって思うようになってしまいました。だから積み立てをこっちでやらなくなった。なんか積み立て保険昔あったんですけどね。それやめちゃいましたね。はい。ちょっとこう読んできますね。これちょっとまあ、こっちの方を見てくださいね。僕の方ちょっとこの読んできますね。なぜ生命保険は掛け捨て型がいいのっていう話です。はい。生命保険はもしお金に困ることに備えるためのものです。そのために活用すべき保険は掛け捨て型ですと言ってますね。掛け捨て型は途中で、保険を解約しても保険金は、お金は戻ってきません。それなら、解約返金のある保険を入りたいと思うかもしれません。掛け捨て型の他に払い込む保険に応じて解約で戻ってくるお金が増える従来型や、解約金の 70% 返還金かに抑えた低解約返還金型と呼ばれる保険もあります。そうですよね。ここに書いてありますね。なんか外貨保険、ドル建て、はい。掛け捨ての定期保険。投資信託もありますね。これはそうか、ここに書いてあるのは掛け捨て型と投資信託でどうだみたいな形でも書いてある。なるほど。はい。保険料には、従来の保険金と準保険料と保険会社の経費となる付加保険料が含まれています。実は保険の営業などで進められることの多い外貨建て貯蓄保険は 6% から 8% の売買手数料がそうなんですね。6% から 8% も手数料取られるんだ。これは高い。これ投資している人だともう知ってると思いますけど、この売買手数料の 6% から 8% っていうのはかなり取られますね、これ。ね。だって、投資でも 1% 取られればアクティブファンドで結構高いって言われてますもんね。そういうことね。これ知らないですもんね。6% から 8% も取られてるんですね。ということは、シメディ、両学長は掛け捨て一よって言ってますね。だって、7% 売買手数料で取られるっていうことは、5年で 30% 取られるってことでしょ？ 100 万円あったものが5年で70万円になるってことですよね。こりゃ大変ですわ。これは大変。戻ってくるっていうか、もう戻ってこないですね、こりゃ。なるほど。貯蓄は他の仕組みに任せ、保険は掛け捨て型の保険で用意しましょう。いやー、僕もあんまり知らなかったんですけど、6% から 8%、投資やってる人間からしたらこれはもう大変なことです。はい、これ、生命保険のおばちゃんにかなり支払ってると思ってくださいね。はい。はい。なるほどね。で、ここに書いてあるんだ。掛け捨てプラス投資信託でいいよってことで。そうですね。思います。いやー、
生命保険のおばちゃんとかってもういらなくないです？なんか、ウェブでやれば、そっか。インターネットでまだ、やっぱインターネット大事ですね。その70代超えると、もう、こういうことも、投資もそうですけど、わかんないから、やっぱ信用のある人に言われた方が、もう安心だと思って、隠しちゃうわけですよね。損するとかあんまり考えずに。なるほど。はい。じゃあ最後です。生命保険はどうやって見直せばいいということですね。じゃあこっちの表ですね。見直しのとこちょっと見てきますね。じゃあ僕読んできますね。1世帯あたり平均で保険料が 38.2 万円の保険料を支払ってます。ちょっと待って。3万円平均 ?1 ヶ月で3万円も生命保険払ってる？そんなバカな。すっごいね。イデコとかに変えりゃいいのに。びっくりです。これを30年本当かなこれ。1年間に38万も？ちょっと信じられなかったですね。これを30年払い続けると保険料は1146万円になってしまいます。もし、なんとなくたくさん保険に入っている、どんな保険に入っているかわからない状態であれば、保険を見直すことも。それは高い。そうですよね。本当かなこれ。おいでも、もう僕らで言うと、70代、80代の人とかの保険料わかんないです。正直言って。一番、日本でお金を持っている年代って今圧倒的に70代、80代。これがなんか全日本の資産っていうかお金の 70% ぐらい貯蓄とかなんか保険とか持ってるんですよね。はい。だからこの人たちの平均じゃわからないですね。で、例えば、結婚したり子供生まれたりするときは、自分にもしものことがあった時に家族に困らないよう保証はたくさん必要でしょう。逆に住宅ローンを借りて、住宅を購入した場合は団体信用生命保険に加入することで万が一の時にはローンを完済できるので保証を減らすことができます。もし子供が独立しても、家族の守るために保証は不要なので保険料を安くできるでしょう。また、対面型生保、貯蓄型の保険が入っている場合は、ネット生保、エステの保険に乗り換えることで保険料を抑えることができます。そうですよね。ここにちょっと、保険の見直しのこの順序でって書いてあるのちょっと読みますね。保険の見直しの5つのステップ。1、今必要な保険の内容を考える。そうですね。いつまで必要か考える。そう、テレビで、サウナ行ってる時に思うんですけど、午前中の昼間とか、ワイドショーを見る方もそうですけど、がん保険とかあるんですよ。これって、あれが必要ですよね。掛け捨てだったらがん保険もいいかもしれない。だけど、なんか、貯蓄型っていうのは絶対やめた方がいいですね。これパーセンテージ教えてくんないのかなこれ。僕らで言うと株とかの場合は投資信託料ってかな、売買手数料は見えるからわかるけど、生命保険ってこれ売買手数料って教えてくれるのかな？これですよね、大事なのは。で、4番が、現在加入の保険の内容確認。ここですね。売買手数料いくらって聞きたいですよね。それから保証の内容を、過不足を調整するということですね。でも今のね、若い人たちはね、きっと保険入ってないと思います。シメディ、自分で計算する方が早いかもですね。なるほどね。あれ、来ますかね、証明かなんか。ね。思いました。
ここいいですね。住宅購入の時の生命保険より、団体信用生命保険シメディ、ってあ貯蓄りますね。型なら掛け捨てプラス投資の方がいいですね。いやもう絶対そうですね。はい、絶対そうですね。あ、俺気がつかなんで。でも、もう掛け捨ては絶対ダメだなと思ってました。ただ、売買手数料がこんだけ高いと思わなかったです。はい。びっくりしました。これどんどん減ってくじゃないですか。積み立てして減ってくじゃないですか、これ。すごいですね、これ。当たり前か。だから、これでだって生命保険のおばちゃんとか生命保険会社食べてるわけですもんね。うん。で、生命保険会社もこのお金を積み立てたもので運用してるわけですよね。投資してるわけじゃないですか。はい。ということですね。はい。いや、今日の教訓大きかったですね。生命保険は積み立ての場合、外貨とかの場合 6% から 8% の売買手数料。これだけでも随分勉強になりましたよ。うん。はい。ということですね。はい。それではですね、土曜日なんですけども、ちょっとだけこれを考えていきたいと思います。岸田さんも、まあ今ひたひたとみんな言ってますけども、NISA 口座の恒久化について。で、12月にもしかしたらちゃんと国会で発表してくれるのかな。また国会もなんかね、うようよしてますよね。もう今大臣が辞めたどうかで。あれでも伸ばしててもね、統一教会のこととかいろいろ問題ね、山積みなので、この金融のこともね、ちゃんと通してくれればいいんですけどね。で、12月にこれが決まってくると、本当にこの、一般NISA、積立 NISA もそうですけど、一般NISAも恒久化すると、僕も買いたいなと思うものがあるので、一応この制度の確認をしつつ、まあ、もしこの、恒久化になったら、NISA で買いたいものっていうのを一緒にね、ちょっと SBI 証券で見てみたいなーなんて思ってます。はい。もしも、ちゃんと恒久化したらですよ。はい。まあ大体薄々、皆さんもちょっと、感じてるかもしれないですけど。まあ、このことをちょっとお話できたらなと思います。また、これで合わせてね、この現行の NISA から、恒久化に変わること、どういう意味なのかっていうのも、ちょっとだけね、お話できればいいなと思います。もちろん株トレとかね、株価のこととかもお金の勉強もね、やっていきたいなと思っております。日曜日ワールドカップ、あれコスタリカ、あれ何時からだろう？何時からでしたっけ？夜かな？カタールですもんね。ちょっと俺放送時間わかんないですけど。はい。はい。清水さん今日すいません。なんかありがとうございます。すごく眠たかったんじゃないです。はい。じゃあまた、土曜日のね、23時に、勉強していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。どうも、今日はありがとうございました。失礼します。シメディ、お疲れ様でした。